皆さんこんにちは。今日は悟りを科学で測るというテーマでお話ししたいと思うんですね。静かに座って心を落ち着けて自分の内側を見つめる。前回の動画で悟りの定義についてお話ししました。ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、それぞれで悟りの捉え方が違うんですよね。ヒンドゥー教は自己の発見なんですね。コップの水が海に帰るように自分と宇宙が本来一つだったと気づくこと。仏教は自己の否定なんです。自分への執着を手放すこと。ジャイナ教は自己の浄化というんですね。埃まみれのダイヤモンドから埃を落とすように魂を清めること。でも共通点もあるんです。どの宗教も苦しみからの解放、輪廻を超えることを目指している。で、今日はですね、その悟りを科学で測れるのかという話をしたいんです。悟りというと皆さんどんなイメージを持たれますかね。主観的な体験、言葉では表せない、本人にしかわからない、そういうイメージを持っている方が多いんじゃないかと思うんです。で、私もずっとそう思っていたんですね。悟りは科学の対象にはならないところが最近の神経科学、つまり脳の働きを調べる科学ですね、この分野の発展で状況が変わってきました。悟りの状態をある程度客観的に測定できるようになってきたんです。今日はその3つの指標についてお話ししたいと思います。1つ目は MEQ30、神秘体験を数値化する質問表です。2つ目は脳波、瞑想中の脳の電気活動を測定します。3つ目は DMN、デフォルト、モード、ネットワーク、雑念と関係する脳の回路です。この3つを組み合わせると悟りを本人の感じ方、脳の活動、心の状態の3面から評価できるようになります。まず1つ目は MEQ30 という質問表です。 MEQ30 というのはミスティカルエクスペリエンスクエスチョネアの略で、日本語にすると神秘体験質問表ですね。アメリカのジョンズ・ホプキンス大学で開発されました。これやることはシンプルなんですよ。30の質問に答えるだけ。各質問に0点から5点で答えていって合計点を出します。最高点は150点です。どんな質問があるかというと、例えば全てのものが一つであるという感覚があったとか、時間の感覚が消失したとか、言葉では表現できない体験があったとか、こういう質問に全くなかったから非常に強くあったまで6段階で答えていくんですね。で、面白いのが判定基準です。90点以上を取ると確固たる神秘体験、コンプリートミスティカルエクスペリエンスと判定されます。この90点という数字、どうやって決まったかというと、研究者たちが幻覚作用のある薬物を使った体験や瞑想による神秘体験を統計的に分析したんですね。その結果、90点以上だと歴史的に報告されてきた神秘体験の特徴を全て備えているという境目を見つけたわけです。 MEQ30 に跳ね4つの要素があるんですね。1つ目が神秘性、宇宙との一体感とか聖なるものに触れた感覚とか。2つ目が肯定的気分、深い喜びとか平和な感覚とか。3つ目が時空の超越、時間や空間の感覚がなくなる体験。4つ目が不可限性です。言葉では表現できないという感覚。この4つがバランスよく高得点だと90点以上になります。で、この MEQ30、論文で公開されているので誰でも無料で使えます。瞑想をしている方は深い瞑想体験の後にこれをやってみると、自分の体験がどのくらいの深さだったのか数字で把握できるようになります。2つ目は脳波です。脳波というのは脳の神経細胞が発する微弱な電気信号を頭皮から測定したものです。英語では EEG と言います。病院で頭にペタペタと電極を貼って測るやつですね。脳波には波の速さによって種類があるんですね。大きく5つに分けられます。一番遅いのがデルタ波、深い睡眠の時に出る波形です。次がシーター波、深いリラックス状態や瞑想中に増えます。次がアルファ波、目を閉じてリラックスしている時の波形です。ベータ波は起きていて集中している時。そして一番速いのがガンマ波、30Hz 以上で脳が複雑な情報を統合する時に関わります。で、悟りの研究で特に注目されているのがこのガンマ波なんですね。2004年、アメリカのウィスコンシン大学マディソン校のアントワーヌ・
ルッツらの研究チームがチベット層の脳波を測定しました。対象になったのは瞑想経験が数千時間から数万時間ある長期瞑想者、いわゆる達人ですね。結果どうなったか。チベット層のガンマー波は一般人と比べて桁違いに大きかったんです。具体的にはガンマー波の活動の変動が一般人の30倍以上だった。 1.5 倍とか2倍じゃない、桁が違う。ガンマー波はね、クリアで統合的な気づきと関係していると考えられているんですね。悟りを開いた人の脳ではこの統合的な気づきが桁違いに活性化していたわけです。もう一つ古い研究ですが面白いものがあります。1961年インドの IIMS の B.K. アーナンド博士らがヒマラヤのヨーギー4名の脳波を測定しました。普通目を開けるとアルファ波は消えます。視覚情報が入ってくるので脳が処理モードに切り替わるからです。ところが3枚サマーディと呼ばれる深い瞑想状態にあるヨーギーは目を開けてもアルファ波が消えなかった。さらに氷水に手を浸してもアルファ波が維持されていた。45分から55分間氷水に手を入れたまま座っていたのに脳波に変化がなかったんです。外からの刺激に脳が動じない。脳の中がものすごく安定した状態にあることが脳波で客観的に示されたわけです。2025年にはインド理科大学院の D. ナラヤナ・ラット博士らがインド人女性ヨーギーの3枚状態を64個の電極で記録した研究を発表しています。瞑想開始直後に脳波パターンが大きく変化して呼吸の深さが通常の 5% 未満にまで減ったということが報告されているんですね。これらの研究からわかるのは悟りや3枚の状態では起きている時とも寝ている時とも違う第4の意識状態とも呼べる独特の脳活動パターンが現れるということです。つまり悟りとは脳の OS の変容なんです。桁違いのガンマー波と揺るがないアルファ波、科学が捉えた内なる変革の証拠なんです。3つ目は DMN というネットワークです。 DMN はデフォルトモードネットワークの略で特に何もしていない時に活発になる脳の領域群です。専門的な名前を挙げると内側前頭前野、後部体上皮質、角界、海馬傍界といった領域が含まれます。でも名前は覚えなくて大丈夫です。大事なのは何をしているかです。 DMN は自分のことを考える、自に動いています。過去を思い出す、将来のことを心配する、自分がどう見られているか考える。こういう時に DMN が活性化します。言い換えると雑念の発生源なんですね。瞑想をしている方はわかると思いますけども、座っていると次々と考えが浮かんでくるでしょう。あれやらなきゃ、あの人に何か言われた、明日どうしよう、こういうのが雑念ですよね。この雑念を生み出しているのが DMN なんです。2011年イェール大学医学部のジャドソン・ブリュワーらが瞑想熟練者と初心者の DMN を比較しました。結果、瞑想熟練者では DMN の活動が大きく低下していることが分かったんです。つまり瞑想の達人は脳のしゃべり、求められる自分がというあれこれ考える思考が減っているわけです。2021年のインディアナ大学医学部のビシュヌボトラらの研究でもね、長期瞑想者は脳のネットワーク同士のつながり方が変わっていて、それがマインドフルネスの向上と相関していることが示されているんですね。で、2019年にはイギリスの独立研究者ポール・デニソンが仏教の禅定、ジャーナ瞑想中に通常の意識状態とは明らかに異なる脳波パターンが現れることを報告しているんですね。さらにね、ハーバード大学医学部とマサチューセッツ総合病院のマシユーサシ博士のチームは7テスラという超高磁場の fMRI を使って禅定瞑想を調べているんですね。この研究でも深い瞑想状態で脳に大きな変化が起きることが確認されています。これ悟った人の報告と一致するんですよ。悟った人はよく自我が消えた、自己と世界の境界がなくなったと言いますよね。その体験の脳のメカニズムが DMN の抑制だと考えられるわけです。2024年にはオランダのユトレヒト大学医療センターのレムコ・ファン・ルッターフェルト博士らが興味深い研究を発表しました。ビパッサナー瞑想の達人で滅人という体験を調べたんです。滅人というのは意識が一瞬完全に停止する体験のこと。仏教では涅槃の化とも呼ばれる
究極の悟り体験です。研究者はこの達人の脳波を64チャンネルで記録しながら37回の滅人体験を捉えることに成功しました。滅人の21秒前から脳全体のアルファ波の領域間のつながりが徐々に弱まり始める。そして滅人の瞬間につながりの強さが最小になる。その後40秒かけて元の水準に回復する。つまり悟りの瞬間に脳がリセットされるような現象が起きていた。この研究はね、悟りの瞬間に脳活動の大規模な調整が起きることを初めて客観的に示したと言えるんですね。科学が捉えた無の力、それが DMN の研究が私たちに示していることなんですね。ということでここまで MEQ30、脳波、DMN という3つの指標を見てきたわけですけども、これらを組み合わせると悟りを3つの面から評価できるわけですね。MEQ30 は本人の体験を数値化する。脳波は脳の電気活動を見る。DMN は自分という思考の変化を見る。この3つが揃って変化しているとき、悟りの状態が生じていると言えるわけです。座標1つ目は MEQ30 による体験の深さの数値化です。座標2つ目はガンマ波による統合的な気づきの測定です。座標3つ目は DMN による自我の沈静化の観察です。で、大事なのはこれらが相互に関連しているということです。MEQ30 で高得点を取る人はガンマ波が増強していて DMN が抑制されている傾向がある。本人の感じ方と脳の状態が対応しているんですね。ただ注意点もあります。まずこれらの研究の多くはごく少数の熟練者を対象にしています。チベット僧とか数万時間修行したヨーギーとか一般の人にそのまま当てはまるかは分かりません。また悟りの定義は研究によって異なります。サマーディ三昧なのか、ニルバーナ涅槃なのか、滅人なのか、何を悟りと呼ぶか研究ごとに定義が統一されていないんですね。それと A と B が一緒に起きていることと A が B を引き起こしていることは違うんですね。 DMN が抑制されているから悟っているのか、悟っているから DMN が抑制されているのか、どちらが原因でどちらが結果なのかはまだ分かっていません。それでも悟りを科学的に研究できるという時代になったことは確かです。で、皆さんが自分で試せることをお話ししておきますね。 MEQ30 は論文で公開されているので自分で使えます。深い瞑想体験の後に30の質問に答えてみる。90点以上ならあなたの体験は確固たる神秘体験と言えるかもしれません。脳波や fMRI は専門的な機器が必要なので自分で測定するのは難しい。でも最近は3万円前後で買える簡易的な脳波測定デバイスも出てきているので、興味がある方は試してみてもいいかもしれませんね。大事なのは瞑想を続けることです。研究が示しているのは長期的な瞑想実践によって脳が変化するということ。チベット僧のガンマ波が桁違いに大きくなったのは数千時間数万時間の修行の結果です。一朝一夕にはいかない。でも続けていれば脳は変わる。ということで今日は悟りを科学で測る3つの指標についてお話ししました。 MEQ30 で本人の体験を数値化し、脳波で脳の電気活動を測り、 DMN で自分という思考の変化を見る。この3つを組み合わせることで悟りを客観的に評価できるようになってきました。もちろん研究はまだ発展途上です。調べた人数は少ないし定義も統一されていない。でも何千年も言葉では表せないと言われてきた体験に科学がようやく手が届き始めた。これは面白いことだと思うんですね。皆さんももしご興味があれば MEQ30 を試してみてください。自分の瞑想体験がどのくらいの深さなのか数字で把握できるようになります。それではまた。それでは最後にお知らせしておきたいことがありまして、 X もやってます。今日紹介した MEQ30 とか脳波のこととか、そういう科学的なアプローチで精神世界を深掘りしていく情報も発信していきますので、もしよかったらフォローしてもらえると嬉しいです。で、もし今日の内容が何かお役に立ったなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回もまたこういう科学と精神世界の架け橋みたいな話ができればと思ってます。